どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。春に向けて親指姫とチューリップの中で同棲を始めたさやです。結婚前の同棲大事ですからね。大事ですからね。やっぱ生活のねリズムをこうお互い把握するためにもね、親指姫と親指姫と今回さ、なんて書いてあるでしょうかって言おうとしたんだけど、すごいこれみちみちじゃないの、久々に。今回ねなんかね、ちょっとでもあれだった、不発だったんですよ。不発だったんだ。だからもうほら見てなんかもうやべえかぶれだってなってるリンゴもなんかしなびてるしねあーほら確かになんかネガティブじゃん今回の最初。今日ダメみたいな。そうダメなんだ。これも好きです。素早い西日ということで、はい、今回やっていく企画はこちらでございます。イラストよーみんな大好き。これですこの感じ。はい、今回やっていく企画はこちらでーん。絵描きの間で大流行したイラストやチャレンジ。ビーてなわけで、はい、まあイラストやこんな素材ですね。ね、かわいい。多分現代で一番見かけるイラストといえば、もうこれだと思うんです。いろんなさチラシとかさ、なんか街の中とかでも見かけるもんね。どこにでも見かけるもん。全てのイラストはねやっぱ規約にさえのっとってればフリーで使えるっていう凄まじいものなんですけれども、はい、しかも種類がねやばい。豊富というレベルではない。同じ出来事でもさキャラクター違いでもいっぱいあるしみたいなね。どういう描き方してあの量が生み出されてるのかと思うぐらいなんですけど、はい、一時期ですね、多分これ出てるタイミングで言うとだいぶ前になるのかな。ちょい遅です。夏目さんちあんまりこう流行をそのリアルタイムでやることに定評がないんですけど、今回もだいぶ前に、はい、SNS 上で、イラストやチャレンジっていうねありましたね。はい、イラスト屋さんの素材を使って、それを自分の絵柄でそのシチュエーションを描くみたいなっていうのがあったので、とにかく豊富な素材があるから、でしかも絵柄としては非常にシンプルな絵なので、多分想像の余地もあるんでしょうね、皆さんからすると。じゃあやっていきますか。いきますか。ワクワクしてる。なんかさやさんがいついなくワクワクしてる。いやそうすごいやりたかったんだもん。もうそれではやっていこうと思います。ということで、やっていくんですけど、今回イラストやチャレンジといえど、イラスト1枚、例えばこれだったらこのメデューサの子をイラストに描きましょうっていうのが SNS でバズってたイラストやチャレンジだと思うんですけど、今回我々がやるのはそういうことではなく、イラスト屋の素材から漫画を描きましょう。今回タイトルコールもだから間違ってんのね。イラスト屋のランダム素材から漫画冒頭3ページ描いてみたチャレンジっていうやつなんですよ、やりたいのは。そういうことね。そう大きく見たらイラストやチャレンジではあるんだけど、世間で流行ったのはイラスト1枚を描くチャレンジ。そうだね。ではなく、そこから妄想して物語を作ってみたいな。でしかもね、おあつらい向きなんですけど、イラストやっていうのはこのランダムって面白いボタン輝く面白い我々に優しいボタンが。だからこれポチするとあれが出る。かぼちゃの仮装をしている男こういうこと。これで出てきたものから連想して漫画の冒頭3ページを書いてくださいという。うわー、そういうことね。今回も全3回戦やっていければと思うんだけど、1時間で3ページ。このお題に関しては1回戦目は1イラスト、1個1素材、で2回戦目は2素材を組み合わせる。で3回目戦目はもう3素材。とにかく最後に行くにつれて要素が増えてむずくなっていくと。このランダム機能を使ってね、イラスト屋さんとのストーリーコラボしていくってわけね。もうそう勝手にね。さすがにポチッとしてなんかちょっとどうしても無理みたいな、もうちょっと想像しやすいのがいいなっていう時に3回戦中3回まで引き直しができる。でも後半の方はだってさ、2個の素材に対しても1回引いたら残り2回になっちゃう。確かにね。で3回戦目の時に全く引き直しができないっていうパターンもあるから、そこはもう自分の判断で。じゃあまずは1回戦目いきますか。どこから始める？ここからでいいんじゃない普通に。じゃあ2人ともスタートして一緒にしよう。確かに。せーのドン。いや西部劇などに登場するウォンテッド。めっちゃいいじゃんさやの。なんか漫画っぽいね。もうスタート完璧だよね。俺は肩車禁止からストーリーを生み出すの。そうだ、しかも禁止だからね。これいきなり3回で1回使っちゃうの？いいんですか？さやの面白すぎてずるい。これ絶対これ引きたかったもんこれ。ね。いきます。使っちゃった。1回使いました。僕これいきます。これはじゃあ僕は1回戦目バイク泥棒のイラスト。はい。せいさんは西部劇の指名手配のイラストで冒頭3ページ書いていきたいと思います。
それでは1回戦目いきましょう。よーいスタート。これいくつ？100万ドルだ。100万ドルはいくら？すごい。100万ドル1億5746万。すごっ。じゃあすごいじゃんこいつ。やべえ賞金首じゃん。マジ賞金首じゃん。1億もらえるよこいつ倒したら。すごっ。倒したらなんだ。倒すか。やっぱりさ食べれないんですよこの企これは向いてないよ。画。漫画描く企画の時でしょ。でもさやさんいつも歌ってたじゃん。よく歌えるなみたいな話だったじあ、そうね。そんなこともありました、うん、過去のさやさんは。今のさやさんも歌えないんだ。もうスペア変わっちゃったからさ無理だね。なんだスペやっと頭が起きてきた。そうなんかすごい血の巡りを感じる。何したの今。わかんない。撮影前はさ、なんかもう頭の首の後ろあたりでさ、血が止まってた感じがあるの。今なんかその規制が解かれて、なんかドドドドドって血が私の脳に巡ってる感じがする。ゲンさん髪切った？おっそ俺昨日から切ってたけど1時間で冒頭の3ページなんか生み出せるもんじゃないんだよねって毎回書きながら思ってる。だから毎回多分無責任なことをやるんだ。そうだぞ。でもさやさん妙にこの企画得意なんだよ。いや何なんだろうね。さややっぱり冒頭3ページ書くの得意なんじゃない？勢いだけがいいんだよ。釣った魚と一緒。釣った時はパチパチって出てくるんだけど、もう後でもう水に帰りたいってなってるそういう状態ってこと。オッケー。なんと珍しく5分も残してわーすごい素晴らしい。はい。すっげえ疲れた。お疲れ。じゃあもう今日はここでアフタヌーンティーとしましょう志が異様に低いということで1回戦目、バイクを盗む人と西部劇の指名手配書、から連想された冒頭3ページ、どうなったのか。もうちょっと先言っていい？暗い？マジ1回戦目とは思えないくらい暗いから、ちょっとさっきから明るい方がいいか。じゃあ爽やかに。はいどうどん。おでもイラスト屋の人じゃねえか少年がなんか誰か見てるでしょ。こいつがね。なんか持ってる。なんか持ってるね。これなんこれ。あ、人か。縛り付けてるってことね。そう縛ってる人を持ってる。でどこで監禁するの？あ、捕まえたんだちゃんと。捕まえた。100万ドルのやつを。でも確かにさ、これ誰がどこで監禁してくれんだろうね。本当にやってくれたんかね。そうそう。悪いが俺はめっちゃかわいそうなやつだ。文字読めないし、ここがどこかもわからないし、自分が誰かもわからん。唯一の手がかりと思ってここに来たのに。ごめんなさい。4ページになっちゃった。すごいもう意欲的だね。意欲的。4ページまで来たんだ。私その写真の方とは全然違うと思うんですが大丈夫でしょうか？いやお前に間違いないだろう。あ、そうですよね。ありがとうございますわざと男っぽくしてる女の子なんだ。これにはちょっといろいろ訳があって、設定がある。こいつは自分のことが誰かわからないっていうのがまたちょっとヒントで、そう多分この女の子はこの男の子がめっちゃ好きなんだと思う。もうそうなんだ。そうで自分のことを気にかけてもらうためにこのヒゲのメイクをして好きなね、好きな人に追われたいから指名手配犯っぽくなってる。そうで見事捕まって、こいつでもバカだからこのヒゲだったらこいつはいたってなって捕まえてるっていうバカだろっていう、荒野に似つかわしくないなんかこうおとなしめの女の子と荒野に生きるバカな男の物語です。またコメディですね。はい。でも可愛い。やっぱさやってボーイミーツガールなのね。いやボーイミーツガールだね。ちなみにこの子の方が背も高いし結構お姉ちゃん3つぐらいのそれぐらいの年の差でちょっとお姉ちゃんの方がなんか背伸びしてる感じが好きなんですよね。なるほどね。なんかもうちょっと書きたかったけど、いやでもこれは成功じゃないですかちゃんと指名手配犯使えた。いやそう指名手配犯出てきたからここにほらいいですね。はい、じゃあゲイさんお願いします。マジでごめん本当に謝りたいんだけど暗いの。画面も暗いよ。盗んだバイクで走り出す。これはもうあれ絵もう一番最初にイラスト屋の絵がねめっちゃかっこいい感じで描かれたけどね。盗んだバイクで走り出す、そんなフレーズで有名な歌がある。この歌を生み出したミュージシャンは1992年4月25日その短すぎる生涯に幕を閉じた。一応これ尾崎のつもりだけどちょっとぼかしてるって感じなんですけど、俺が生まれたのはその翌月5月25日少し早い梅雨の大雨だったそうだ。その日父さんは死んだ。去年26歳盗んだバイクでの事故だった。暗い悲しい。でも盗んでる父さん。そう父さんなんで盗んだんやっていう。俺は生まれたその瞬間から音楽の神様に呪われている。うわ原産節すげえもうここまで来ると作風だよな
だからこれちょっとどういう話しようかなと思ったんだけど、うんうん、バイクを盗むっていうワードからはもう尾崎豊の15の夜が出てきちゃって、そうだね。ってことは、うんうん、生まれた時からずっとその尾崎豊というものが、うんうん、なんかつきまとってしまって、でも音楽に魅了されてしまった、うんうんうん、どうしようもなく苦しい男の話です。うわー青年誌っていう感じだからすごい青年誌っぽいんだよね。ね、ちょっとこの後にもうちょっとページ数があれば足したかったんだけど、うんうんうん、いろんなアーティストが27歳の壁っていうのがあって、うんうんうん、27歳に死ぬっていう天才はあーなんか有名な話あるよね。そういう話あるじゃん、うんうん、っていう話もちょっと入れたいなっていう。あー、うんうん、でこの次のページちょっとその話があって、父さん俺今年28歳になったよって、要はもう自分は才能がないみたいなことの、ね、なんか描写としてその27歳を使うみたいなページもあってもいいかなっていう感じのおしゃれスタートですね。ちょっと暗いです。あーすごいっていう漫画ですね。あの絵から見事こんな重たい話が。よう生まれたいな。てかむしろあの引きは運命だったんじゃないかとすら思うんだよ。確かにね。バイクを盗んで。確かにバイクを盗む。バイクは盗んじゃダメだよ。これに関してうちの父親がめちゃくちゃおもろいこと言ってるんだけど、うんうん、うちの父親の偏見ね、うんうん、偏見っていうかうちの父親の意見ね、うん、バイク大好きなのうちの親。あ、そうね。昔からバイク好きで、頑張ってお金貯めて買ってみたいなのがあって、の時点で尾崎豊が言って盗むなバイクを。バイク盗むんじゃねえよっつって、確かになと思って。なんかこう自分の内に秘めたりとかやるせない気持ちをさ、こう表現するのにその歌詞だったのかもしれないけど、まあそんなことを思い出しながら書いた1回戦目です。はい、はい、じゃあ次、行きましょう。さあということで2回戦目でございます。はい、はい、2回戦目は2つの要素になるのでよりややこしくなってくる。はい、でもゲンさんだって1回使っちゃったから。いやそうだから引き直しはもうあと僕2回しかできない。じゃあまず1個目いきますか。はい、じゃあランダム1個します。せーの、はい、どいどいどい座りながらスマホを使うかっこおじいさん。いやどうかなこれ。でもなんかせっかくだから私1回ぐらい使ってみようかな。いきます。せーのドン。木工工作をする人のイラストかっこ男性。じゃあさらに次を組み合わせいきます。はい、せーのドン。ショートブーツマーカーこれどうしよう、引き直ししようかな。いいんですか。あと1回になっちゃうよ。3回の時に引き直しできない方が怖いよね。そうだよ。いやもうさこの2つでいくしかない。僕もこれでいきますか。じゃあはい、お題が座りながらスマホを使う人かっこおじいさんとショートブーツ、はい、はい、木工工作をする人かっこ男の子、はい、とマーカー赤ペン。はい、じゃあいきましょう。はい、用意スタート。無事あって困ってるまあ全然関係ないんだけどさ、すごい物語ができそうなのね、出来事にこの前遭遇したの。すげえ誰かに言いたかったんだけど動画で言うためにずっと我慢してた。悲しい生き物だこの前さショッピングセンターにあるすごいちっちゃいキッズエリアみたいなちっちゃい子たちが遊べるような場所があって、滑り台ぐらいしかないんだけど、幼稚園年中さん年長さんくらいの子たちが3人ぐらいずっとそこで遊んでて、滑り台の下でなんかもぞもぞやってるの、でパラちゃんもなんかもう気になっちゃってそこ覗いてたら、なんかすごい優しくてね仲間に入れてくれたのよ、パラちゃんのことも。ね、ありましたね。パラちゃん一番赤ちゃんだからさ、なんかないかなと思ってすごい近くで見てたの。滑り台の、下だからすごい狭くて一人の女の子が頭ゴーンってぶつけちゃったの、でそうそれで私が「あ大丈夫?」とかって、そう声かけたらその子がねすごいちっちゃい声で私にだけね、大丈夫私はタンポポだから大丈夫って言われて、何それ超素敵なんだけどと思ってかわいい。めっちゃ素敵じゃないその発言。私にも多分そういう時期あったんだろうな、失われちゃったなって思った。失われし子供の感性って感じだね、そうなの素敵だねとかって言っちゃった私そのねすごい感動したもん。もう子供って素敵ってなった。なんか私のさ動画の中で話すもののリストの中にさ、ハンドクリームにハマった話って書いてあるの、ハマったの知らんけどハマったんだ。どうですか、なんかハマった人の手してるかな、ちょっとみんな確認してほしい決めは見えないやろ別に動画ハマってたのか。喋るな、まだ終わってないの。いやもう私余裕だからさ、やっぱ夏目さんちはさゲンさんとさやさんの対決っていうさスタイルをさ常になぜか取り続けているからさ、その思いでちゃんと組んで、対戦相手には邪魔していかないと。邪魔なんだそれ、ちゃんと話しかけてるからさ。そういうことなんだ。そうそうそう。ゲンさん今日ご飯何粒食べたい？ご飯何粒？1000粒ぐらいかな。どれくらい？1000粒ってどれくらい？検索。やばい、ちょっと無責任なこと言った。全然飯食えんみたいなパターンあるこれ。確かに。ああ残念です。どれくらい？
20g です。全然ないじゃん。こんなだ。マジ？お茶碗1杯が7000から8000らしいよ。残念だったね。できた。わ、嘘、邪魔してたのに。全然聞いてなかったもん。嘘。いや、さらにご飯粒を計算させることで時間をかけて。確かに逆に、はい、逆に私が。ということで、はい、11分19秒残して、今日の夏目さんって優秀じゃない？49分で3ページ適当な漫画書いたよ。適当なんだろうな多分。ただ私はちょっとなんかこう好きなキャラクターだけを出そうっていう心意気で書いたので。いいじゃん。はい。じゃあ僕からいきますか。1ページ目。はい。田中太平65歳。部長お疲れ様でした。40年勤めた花丸商事を定年退職。おめでたい。最後かと思うと通勤ルートも趣深いな。いわゆる余生の始まりである。おー、はい。1ヶ月後。はい。お届け物です。おじいちゃんなんか届いたよ。ちょっと最近買いすぎじゃないおじいちゃん。ポチる。これもポチる。おかしくなっちゃってるよ。孫がね、部屋に来て、俺は転売ヤーになっていた。うわー、お、届いたか。リオルのショートブーツ。リオルの限定100足のもしかして私に。いや、売る。はこりゃキャッチーなのまた持ってきたね。どうですか？なんで転売ヤーになっちゃったの？これこの後どう展開させたいかっていうイメージは、孫高校生なの、女子高生なんだけど、このおじいちゃんと孫でまっとうなビジネスを始めていく物語です。あー、すごい偉い。そう、おじいちゃんはもう花丸商事で働いていたというそのビジネスセンスをちょっと良くないことに使ってしまったと。こう使っただから時間を持て余しちゃったおじいちゃんっていうことよ。ちゃんとポチポチして何でもかんでも買って、とにかくいろんなものを仕入れて高く売るっていうそのビジネスの基本をやってるつもりなんだけど、じゃあ無自覚で転売ヤーやっちゃってる。一旦無自覚でやっちゃってるっていう。結構網羅したんじゃない？ちゃんと。これはすごいわ。ありがとうございます。感動した。前回が暗かったので明るくなりました。角がいいよ。僕ね、一回ねずっと考えてたことあって、少年少女がビジネスを始めるっていう漫画を書いてみたいなっていうのはちょっと昔から思ってて、それこそトリリオンゲームとかねあるけど、あれとかよりももっとポップな少年漫画チックなビジネス物語書いてみたいなと思ってた気持ちが多分出たかも。すごい。じゃあ行くわ。お、トンカントンカン。ちょっとボロい感じの和なお家でこうトン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 ってやってて、ほら木工工作をする人の男性と全く一緒だ。構図も一緒だ。いや、そう全く一緒だ。でこれ赤いペンをこれを仕上げに床にキキキー。いるさやの好きなやつもういる。いや、そうそう、引き込めだから引き込め。この線先に出たやつしな。怖っ。何それ。うるせえパテチ買ってこいよコンソメパンチって。これ出してるベロが喋ってる。ベロが喋るんだ。そうで、こいつを払えば10億ゲットだぜっていうことで、大麻物なんだけど、ただこいつとりあえずなんかやばい怪異かなんかなの。そうで、この男はこいつを払うとなんかどっかしから10億円もらえるよっつって来たやつなんだけど、こいつを払うのに準備も必要だし、かといって外に出すと危険だからっていうので、この最初のお家で共同生活をなんとかしようっていう。ほう、討伐対象との共同生活ってことね。そうそうそう、これ赤いペンだったの。赤は魔除けの色なので、そうそうそう。おお、めっちゃいいよ。この感じの顔の男の子がベロがしか喋んないって最高だと思う。いや、そうそう。これいいよ。俺好き。書いた方がいいこれ。これも書いた方がいい。金にめちゃめちゃ目ざとい男みたいな。てかさやさ、また金じゃん。1回戦目も賞金だったもんね。確かに。がめついのかもしれない。やっぱり世の中所詮金だから。嫌なこと。いや、これは癖だね。顔は中性的だけどちゃんと体は男の子みたいな感じで。いいね。食べるとき毎回ベロ出さなきゃいけないでしょ。しかもちょっと長いベロも。この子は喋んないんだ。8巻ぐらいで実はこの子もちゃんと人格があることが発覚して、どんどん払いづらくなっていくっていうのが8巻まで。確かにね。俺もでも結構一緒かもしれない。こんな笑顔じゃない。ほら一緒で。笑顔はどこ行っちゃったのおじいさん。じゃあ2つ目はこんな感じで。こんな感じで。いや、面白い。で、面白い。いいねこれ。ちょっと楽しくなってきましたが、3回戦目3つお題いきますか。せーの。電動自転車で3人乗りするお母さん。登場人物バカ増えてる。やだ。ちょっと待って、僕さバイクだったから乗り物外すわ。1回使います。さやさんこれはおすごい。めっちゃいい。はい、じゃあ2個目。はい。せーのドン。2個目。厳しい労働環境で働く教員のイラスト。これ使います。はい。じゃあ最後。せーのドン。頼む。スズムシのキャラクター。誰だよ。かわいい。かわいい。チリーン。
これも僕引き直さない。こいつめっちゃいい。こいつでいくわ。なんかさ、私全部女の子でさ、ちゃんと共通されたんだけど。本当だ。どうしようかな。せっかくだから使うわ。はい。せーの、どうしよう。スズムシのキャラクター出ちゃったよ。チューバを演奏する女学生の。僕それ欲しかった。あげようか。いやいらない。スズムシと交換すいやる。全然いらない。もう一回弾きたい。せーの、ドン。来ちゃった。鮭弁来ちゃった。日本食と合ってる。おもとしこに。じゃあ鮭弁でいく弁。じゃあもうこれで決まりです。じゃあこれでいきましょう。はい。僕がコミックスと厳しい労働環境で働く教員かっこ女性とスズムシのキャラクターかっこ虫で、さやさんが和食を食べる東南アジアの女性と結婚式で手紙を読む花嫁と鮭弁。じゃあ行きますか。行きましょう。最終戦。はい。さあということで3回戦目行きましょう。よーいスタート。はい、鮭弁。漫画ブラック先生スズムシのキャラクター。スズムシのキャラクターがマジでちょっとクセ者すぎる。肩に乗せたらいいよ。あいつをそう、僕の言うことを聞くりん。怖っこの鈴の音を聞けばみんな僕の言うことを聞くりん。やめて、なんかその喋り方ちょっとボンビみたいな。この後さやさんね、よし、絶望的な始まりからしよう。何2020年、私はやべ、四角から始まる。ほら、お、いいね。よし、四角から始まる。待って、私今までさ、四角始まりあったっけ？ないよ。そうだよね。なかったはず。よかった。そんな私安定の四角い。でも四角しかないもん。だって四角から始めたいよ、やっぱり。ボー。これ何の音でしょう？ボー。船？あ、そう。すごいね、よくわかったってでももう僕会話ここで終わるね。なんでだ？もう最初3分だけ喋ればいいかなと思って。うわー、最初の3分喋ったらまた僕ずっと漫画描いてる。嘘、ゲンさん、夏目さんちの良さはさ、どんな企画をやっても楽しいお話をしながらお絵かきをしてるところだって。この前自己分析してたの？してないよ。どこやっちゃったの？してない自己分析は。ただし漫画企画は除く。そんな右下に書いてあるめちゃめちゃ小さい字みたいな。携帯会社の CM のプランの右下ぐらい。ちっちゃく書いてある。罪深い、罪深い。ただし漫画企画を除くってすっげえちっちゃく書いてある。ちっちゃい、マジでちっちゃいぞそれ。たまには四角縛りしたらやめるってこと？四角やめます。どう？いや、やめないね、今回は。嘘。面白ければそれでいい。バカ者編集長出てきた。しかし1コマ目も書き出せていないので嘘、見て、今遂行中だから。見て、このエモティカルな一コマ目。すごいずるい。なんでカラーなんだよ。関東カラーじゃない。結構これもう弾いた時からね思いついてて。ちょっと黙っててもらっていい？喋り続ける。整ったなら黙ってて。私は喋り続ける。マジで整ったやつはマジで黙っててほしい。私はサウナでは整うわない。るさいな、もう。考えらんないんだよ。ネーム書くときで横でベラベラ喋ってるやつ言うところでネーム書く人いないから。でもね、さやのね、横のパソコンにね、炊飯器の再加熱ボタン使ってる？実はめちゃくちゃ便利な機能だったって書いてあるの。気にならないよ、そんなもん。それがすごい気になっちゃって。だからゲンさんは私によってなんか阻害されてるけど、私はこの炊飯器の再加熱ボタンのコラムに阻害されてるから。なるほどね。とりあえずさ、AirPods 取ってきていい？本当に無になる予定じゃん。無になるよ。そんなのダメいいからもうどっから現れたそんなやつ。ごめんちゃう。さあということで3回戦目3つ。これやっぱりどんどん難しくなっていくね。そうね。余計な要素が増えて。いや、そうそう。じゃあいきますか。はい、ゲンさんからにするか。僕からにするか。じゃあ僕ちょっと漫画というよりも2年ぐらいやり取りしてる編集さんに見せるんで出た出た、その前提出た。みんなに見せるネームになってない。まあ1時間ですから。はい、いきます。テーマが漫画のイラスト、労働環境の悪い学校にいる教員かっこ女性みたいなやつとスズムシのキャラクター。どこに使われてるのかめっちゃ気になる。じゃあいきます。はい、1ページ目。めっちゃ疲れてる。めっちゃ疲れてる。授業の準備とテスト作って、あと来週も文化祭。これ以上残ると主任のババアが切れるから家でやんなきゃ。もう無理、来月こそやめる。過労死ライン超え、それが私の夢の終着点。なんか切ね。過労死ラインという1ヶ月あたりの残業時間が80時間なんだけど、優に超えてもう100時間超えてます、この先生。だってもうクマがエグいもん。そう、顔すごいでしょ。で、そうだ、絶対やめなきゃ。ついに死刑宣告が。花火先生、まだ部活動顧問やってないわよね。明日からフィールドワーク部の顧問よろしくね。よかったじゃない。生徒との貴重な青春になるわよ。怖い。なんで快諾してんだ私。はい、喜んで、とっても楽しそう。はい、喜んで、あなた方のためにってやつじゃん。はい、そういうことです。フィールドワーク部ってなんだよ、ダーンっつって、これミンミンダハみたいなやつ飲んでて。
新しい部活の顧問やれて嬉しいやつなんて漫画の中でしかありえないフィクションだっつうのちなみに漫画はここの話です。ここしか出てこないです。漫画っていうのはここにしか使わなかったで後ろでリーンリーンってスズムシの声がするんですよ、なんだろうね。そう、はあ、スズムシの鳴き声だけが私の癒しっつって、リーン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 うるせえっつって、いやさすがにうるさすぎって思ってめちゃくちゃ音がでかくなっていくのをガラって窓開けるんですよ。窓開けるとリーン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 、あ、スズムシ語で話しちゃった、ごめんね先生。かわいい、なにこれかわいい子出てきた。全身スズムシのコスプレしてる女の子、生徒がやべえ子が来た、はい、しかもスズムシ語とか言ってて、スズムシ語、かわいい。なんかすごい原産。これガラって職員室の窓開けて、この子が横でリーンリーンってクソでかくボイスで言ってたっていうやべえ女がいたんだけど、やべえ子が生徒にいたのね。でこれ夜だし、しかも、もう10時過ぎとかなんですよ今これで。フィールドワーク部部長のすずです。そうね、やっぱりやめでもいい子もダメ。はい、これ先生のこのセットを先生にも渡してくるっていう、不思議ちゃんのいる部活の顧問になってしまった、めっちゃ可愛い労働環境ギリギリ先生の話です。ギリギリだからさ、判断能力がさ衰えてるからさ、どんどんこの子に洗脳されていくやばいめっちゃ読みたいんだけどっていう沸騰鉄意味わからん漫画ですめっちゃいい。その意味わかんない感じ。ただファンタジーではなく、これからちょっとフィールドワーク部でその街にあるいろいろな生態系を、この不思議ちゃんと一緒にやっていく話。めっちゃ面白そう。いいじゃん。ここだけ気に入ってる。めっちゃいい。ガラッて開けてこの子がいて、変な格好のこの子がいて、しかもリーンリーンって言ってんだよ、この変な顔で、ミステリアスな顔で片目隠れてるしね、ということでした。良い、じゃあさやさんね、でもやっぱりキャラも薄いし、なんか結構流れるままにっていう感じになっちゃった。いいじゃん。でもなんかすごい早い。だってさや17分残して終わってたからね。いや、そう過去一早かったよ。すごくない？僕もうギリギリだったよ。お腹空いてたんだと思う。そういうことなんだ。でもご飯テーマですもんね。そうそう。さやさんのはこれです。エモいでしょ。めっちゃエモいでしょ。時間あるっぽいのにね。残り17分残してるのなんでこんなエモいの？エモいでしょ、ほら。2020年、私は船ね、海なの。船ボー聞こえるでしょ。聞こえないけど。聞こえないね。お母さん大丈夫かな、私この先どうなるんだろう。なんかちょっと切なそうだね。そうそう、女の子がね、こう一人多分船の上で黄昏れてるんだけど、誘拐されました。シャレんならひどい環境で働かされたりするんだろうか。お星様どうか命だけは助かりますように。全然重いじゃん。そう重いじゃん始まり。やばいやん。そして最後ドンかと思ったら、ほら和食を食べる東南アジアの女性です。殺されてしまうかもしれないと思って誘拐されてきた女の子、気がついたらなんかすごいいい感じの和食をテーブルについてなんかこういただいてて、でなんかこうそれっぽいおばあちゃんがねって言って、聞こえないんだ。そうか、海外から誘拐されちゃったんだもんね。そうだよ。だってこの子は東南アジアの子だから、でこれ鮭弁当こうやって出してるおばあちゃんね、これ。そういうことね。これちょっと鮭かぶりしちゃったんだけど、これ持って行ってって言ってんのこれ。そういうことね。そう弁当渡されてんだ。そう、お弁当をねおばあちゃんが出してくれて、さらにどういうことっつって終わる。どういうことなんでしょう。気になるけどさそれ1個忘れてない？なんだっけ？結婚記念。本当だあれ次のページで結婚するわ。結婚するんだ。本当だ忘れてた。明確なルール違反があったよ。お題3つじゃなくてお題2つでやってんじゃん。2つやってだから早かったんだ。そうだ、だから早かったんだよ。確かに。お前さ、でもね、考えてる時はね、結婚式のシーンをベースに考えてたのに、返したら消えちゃった。色塗ってて忘れちゃったんだ。忘れちゃった。どうしよう。これあれですね、レギュレーション違反です。レギュレーション違反しちゃった。じゃあ最初考えてたのは、この和食のセットを誰か知らない女性の結婚式の披露宴で食べてるって設定だったんだよ。待って、途中で脳みそ誰かに切り替えられたのかもしれない。でもさ、見知らぬ男女の披露宴で列席者が自分しかいないのめっちゃ怖くない？めっちゃ怖い。うわ、原産ナイズされた。突然だから真っ白いもう披露宴の綺麗な空間に一つだけテーブルがあって、そこで鮭弁当置かれて食べさせられてるのに、目の前にいる男女2人と私だけっていう。いや、ミステリーは一つだけじゃないんですか？いや、もうミステリーはいくらでもあってる。うわ、謎が謎呼んでる。物語においてよくある考え方って、魔法は一つだけっていうのって結構大事な考え方で、例えば魔法使
使いが出てきます、魔法使いが出てくるのに宇宙人が出てきますとか、要はなんか読んでる人からすると何でもありじゃんってなっちゃうとなんか冷めちゃうんだって、でも冷めないでうまくやるパターンもあると思うけどもちろん、っていうのがあるからファンタジー設定は一つだけっていうのが定番だけど、サスペンスも謎はもういくらでもあってもいい。やばいねそれ。あげるよじゃあこの話。いらないですね。いや本当はなんかね結末考えたくないんでそれそっからどうやって話展開させていいか僕には分かんないんでなんかこの結婚式に出て当然の人なんだけど、誘拐されたって思ってるっていう話にしようと思ってたのに、うまいことねこんなことに私が書きたかったのはそれなんで、そう許してください。意味わかんないおばあちゃん出てきたのが全て悪いんでおばあちゃんのせいだ。じゃあ突然おばあちゃん出てきて、突然のおばあちゃんが悪かったんだ。はいはいということで、イラストや漫画チャレンジ楽しかったね。楽しかった。楽しかったけど、3回戦目はマジでやばかった。やばかった。僕正直、1回戦目も2回戦目も、読み切りサイズで続きかける自信あるの。これめっちゃ難しいよこれ。じゃあすずちゃん私書くから、こっちのサスペンスかけるよ。いやいらないよ。公開しよう。どっちにしろいらんよ。トレードいいのよ多分イラスト屋にトレードって素材もあるわ。絶対ある絶対あるはいはいじゃあちょっとねこういうランダムお題で漫画を描くのはまたやってみたいなとね。ちょっといいランダム場所見つけちゃったね。いや本当にまあこれ普通にイラストやチャレンジやっても面白いと思うんですけど、ぜひ漫画に妄想していくっていうのもやってみるといかがでしょうか。とても素晴らしいサイトです、ありがとうございます。お腹空いた。でもこんなもん書いてるから、和食食いたくなってきた、でもこの和食ってさ大人になってからさ、すっごいいいものなんだって思うよね。こんなん朝から作れないって。これさお味噌汁と肉じゃがとなんかさちっちゃい小鉢とさ、あとここにも鮭あったんだけどさ、でも肉じゃがと鮭が同時に